こんにちは。ゴルフをしようのあらちゃんです。今日のテーマはドロー、フェード、ストレート3種類の弾道について、弾道に直結する3つの要素を確認してみましょう。多くの方はドローボールやストレートを理想とされている方が多いようですね。今回は1番ボールの打点、2番クラブフェースの打点、3番スイングプレーン、この3つの要素をビジネスゾーンと言われるインパクト手前からフォローにかけての中で再確認してみましょう。どういうスイングスタイルを目指していたとしても、インパクトゾーンでのクラブの動きやボールのインパクト、フェースをどう扱うか、ボールとフェースの打点は意識し続けないと結果が出ない部分でもあります。うまいから下手だからと自分の評価をしてしまう前に、一球一球意識して練習しているうちに感覚が分かってくるので、意識したい重要なポイントです。まず1番目のボールの打点。本来9つの打点が基本として説明されますが、10分でまとめますので、中弾道高弾道となるこの3打点付近のお話にまとめます。ティーアップした時とティーアップしない時の違いも少し触れてみたいと思います。2番目にクラブフェースの打点です。基本的にはスクエアに構えてフェースセンター付近のインパクトが理想ですが、ドロー系フェード系でのフェース面とボールの接地点を確認してみましょう。3番目にスイングプレーンです。ボールの打点、クラブフェースの打点がスイングプレーンのクラブのインパクト手前からボールを捉えて、どちらの方向に打ち抜くとどのような球筋になるのかを確認してみましょう。クラブフェースとボールのインパクトの瞬間は 0.0005 秒と言われています。ボールの回転には3方向への力が働いています。バックスピン、サイドスピン、ライフルスピンの3方向です。ボール回転の詳しい説明はスルーしますが、この3方向の力が働き、ボールが曲がります。各打点付近にヒットするとドロー、フェード、ストレートとそれぞれの球筋になります。こちらのボールで見ていただけると回転の仕方が分かりやすいと思います。ストレートボールの回転、ドローボールの場合の回転、フェードボールの場合の回転ですね。次にクラブフェースの打点とクラブフェースの傾け方によっての打点を見てみましょう。クラブフェースアングルの理想はスクエアな状態ですが、ピッチングウェッジ、6番アイアン、4番アイアン、短いクラブから順に長いクラブのフェースの傾き方の違いを見ていただきます。まずはじめにスクエアなフェースの状態から見ていただきます。そしてフェースをスクエアな状態からハンドダウン、ヒールダウンですね、してみます。ハンドアップ、ヒールアップの状態ですね、見ていただきます。一旦スクエアに戻します。手元でグリップを回してオープンフェースを見ていただきます。グリップを回して次にクローズフェースのアングルを見ていただきます。分かりやすいように多少極端にフェースを開閉しました。クラブのフェース面は一定の基準でスクエアに構えられれば理想ですが、実際は弾道のイメージでフェース面を意識するのは大切ですね。次に6番アイアンです。ウェッジ同様の順で見てみましょう。まずスクエアな状態です。ハンドダウンしてヒールダウンした状態ですね、見ていただきます。次にハンドアップ、ヒールアップした状態ですね。クラブが長くロフトが立ったクラブになるにつれフェースの傾きは少なくなりますが、6番アイアンで140ヤードから160ヤードの距離を飛ばすと数ミリの傾きが方向がずれることを再確認していただきたいです。一旦スクエアに戻してクラブの開閉した状態を見ていただきます。手元でクラブをねじってクローズフェースです。次にオープンフェースを見ていただきます。
ターゲット方向からも見ていただきます。まずスクエアですね。次にハンドダウンした状態です。そしてハンドアップしたフェース面を見ていただきます。次に4番アイアンでフェース面を見ていただきます。スクエアなフェース面です。次にハンドダウン、ヒールダウンします。そしてハンドアップ、ヒールアップした状態のフェースを見ていただきます。クラブを手元でねじってクローズフェースです。そして次にフェースをオープンで見ていただきます。ターゲット方向からのスクエアなアングルです。ターゲット方向からのハンドダウンのフェース面ですね。そしてターゲット方向からのハンドアップ、ヒールアップしたフェース面です。次にフェースアングル、フェースの打点、ボールの打点とスイングプレーンの関係を見ていただきます。フェーススクエアでフェースセンターでヒットして、ボールの打点もセンターにヒットして打ち抜き方向もまっすぐターゲット方向に力が抜けていった時の弾道です。インサイドインの軌道ですね。ボールの回転もサイドスピンもなく、ボールにまっすぐにバックスピンがかかった球筋です。ストレートボールですね。次にインサイドアウトのスイングプレーンです。フェイスの打点がセンター、ボールの打点もセンターにヒットして、ターゲット方向よりも右側に力が抜けていく球筋ですね。バックスピンとサイドスピンがかかり、ドローボールの球筋になります。次にアウトサイドインのスイングプレーンです。フェイスの打点がボールの打点、センターにヒットして、ターゲット方向より左に力が抜けていく球筋ですね。バックスピンとサイドスピンによってフェードボールの球筋になります。次にややオープンフェースでインサイドインの軌道です。オープンフェースなのでややフェースのヒール気味に当たり、ボールもややターゲット方向左の打点になり、インサイドインストレートに打ち出してややフェード気味の弾道になります。次にややオープンでインサイドアウトの軌道です。フェースの打点はややオープンなので、やはりヒール気味に少し当たり、ターゲット方向より左側の打点に当たり、ボールの力が抜けていく方向がアウトサイドに振られるため、弾道はプッシュスライスの弾道になりますね。次にややオープンフェースでアウトサイドインの軌道です。フェースややオープンでアウトサイドからフェースが入り、ボールの打点はターゲット方向左の打点に入り、左に力が抜けていくためフェードボールになります。次にフェースクローズ気味に見ていただきます。インサイドインの軌道です。クローズ気味にフェースが入るため、フェースの2寄りの打点に入り、ボールターゲット方向右の打点に入りますね。打ち抜きはまっすぐ打ち抜かれて力が抜けていくため、ややドロー気味のボールになります。次にインサイドアウトの軌道です。フェースはクローズ気味に2寄りの打点になり、ボールの打点ターゲット方向右寄りの打点に入り、アウトサイドにフェースが打ち抜かれていくため、力がアウトサイドに抜けてドローボールになります。次にクローズフェースでアウトサイドインの軌道です。フェースがクローズ気味にアウトサイドから入り、2寄りの打点になり、ボールはターゲット方向右側の打点に入り、インサイドに引っ張って力が抜けていくため、ダグフック系の強いフックの球になりますね。フェースの打点、ボールの打点、
クラブフェースの打ち抜かれる方向の球筋を見ていただきました。理想はフェイススクエアな状態で体の動かし方、スイングで球筋をコントロールできればいいのですが、打点と打ち抜く力の方向の関係を理解していただけると、オープンやクローズにすれば打点位置が変わり、打ち抜く方向で様々な回転がかかり、様々な球筋になるという確認をしていただければ、今回のテーマの意味があります。一打一打練習から意識したい重要なポイントです。今回のテーマのパート2では、ドライバーのティーアップの高さの違いも含めて、アイアンのショートホールなどでのティーアップのシチュエーションもご確認いただきます。これからゴルフを始められる方々がご友人だけではなく、いろいろな場面でいろいろな方々とゴルフの話で楽しく盛り上がれるように、専門用語をできるだけ分かりやすくお伝えさせていただき、皆様のゴルフライフのお手伝いをさせていただければ幸いです。それではまたご視聴ありがとうございました。